てお耳の中が少し見えづらかったからお部屋の明かりつけさせてもらっちゃった。ちょっと明るすぎたかな。目を覚ましたら隣にサンタさんがいてびっくりした。サンタさんはもっとおひげの生えたおじいさんかと思ってたって。今は多様性の時代だから若い女のサンタさんがいたっていいでしょ。毎年毎年あなたの靴下の中にプレゼント入れてるの私だったんだよ。びっくりしたでしょ。でも私の方が今年はびっくりしちゃった。だって手紙にサンタさんに耳かきしてほしいって書いてるんだもん。張り切って耳かきの道具いろいろ用意しちゃったよ。どうかな、気持ちいいかな。なんかあんまり気持ちよくなさそうな顔してるけど、そんなに耳かき下手だったかな。それとも女のサンタさんが受け入れられないかな。そういうわけじゃないならよかったけど。でも何があったの？よかったら話してみて。クリスマスだっていうのに仕事ですごく嫌なことがあったの？そうだったんだ。それはとても大変だったね。でも乗り越えられて偉いよ。すごく偉い。さすが成人なのにサンタさんのいい子リストに載ってるだけのことはあるね。結構成人でサンタさんのいい子リストに載ってる人は珍しいよ。そっか。そんないい子でも嫌なことは起きるんだね、やっぱり。でもなんで自分がサンタさんのいい子リストに入ってるのかわからないって。なんでわからないの？いい子じゃなかった？今年は仮病を使って会社を2回も休んだの？そうだったんだ。でも仮病を使うの勇気がいるでしょ。すごく罪悪感も生まれるしストレスも少したまるでしょ。それなのに勇気を振り絞って自分を休ませてあげられるなんて偉いよ。だって1年間君が本当にいい子かどうかずっと見守ってたけど君はちょっと頑張りすぎだもん。仮病を使ってでも休むことができてよかったなって見守りながら思ってたもん。と自信を持って休んでもいいんだよ。いつも頑張ってて偉いですね。ずっと私が見守ってますからね。1年間
いい子リストになるかどうか見守ってるから。私にって上司や部下の悪口もいっぱい言っちゃったの？それは良くないね。でも反省してるんだから偉いよ。あんまり悪口は言っちゃダメだよ。でも私が見てきた限りそんなに悪口っぽいことは言ってなかったけど。どうしようもないこともいっぱい起きるからね。それを吐き出すのは大事だもんね。だからといってむやみやたらに何でも言ってたら悪口になっちゃうから気をつけてね。でも本当に今年1年よく頑張ったと思うよ。だって覚えてる？冬の寒い日に雪が急に降った日。そんな時でもあなたは会社に出社したんだから。しかもみんな雪で休んでるのに出社したのあなただけ。すごい真面目すぎるよ。みんな休もうって感じの空気になってたのに、あなただけは真面目に出社して。全部見守ってるからね。そう、花粉症の時期ももう鼻水も止まらないし、目もものすごくかゆいのに、そんな中でもひたすらあなたは仕事してた。休まずにちゃんと全部の仕事こなしてた。毎年毎年大変だなと思って見守ってるよ。そう、サンタさん花粉症じゃないの？いいでしょ。夏のすごく暑くて40度を超える日だって、あなたはスーツを着て満員電車に乗ってすごく頑張ってた。思い返すと私まで涙が出てきそうになるくらい、あなたは本当によく頑張ってたよ。気圧がものすごく低い日だって、もうただただ体調悪いのに耐えて頑張ってた。生活するのでも精一杯、そんな感じに見えたのに、すごい頑張ってた。たまにお掃除も頑張ってたし、お茶碗洗うのだって頑張ってたし、お洗濯をするのも頑張ってた。それに
ゴミの日をあなただけはちゃんと守ってた。ゴミの日を守らない人だっているのに、やっぱり偉いよあなたは。良くないことばっかり記憶に残っちゃうけど、あなたは毎日本当にちょっとずつ頑張ってるよ。それをさ、私が見守ってるって思うとちょっとなんか自信が湧いてくるでしょ。そうでもない？本当に毎日偉いよ。頑張ってる頑張ってる。休むのも大切だから。休んでも偉い。少し元気が出てきた？よかった。少し表情が明るくなったような気がする。なんだか今年はあんまり明るい表情のあなたを見れなかった気がするから、あんなに頑張ってたのに。来年はいいことがいっぱい起こるといいね。本当に毎日偉いよ。もっと自信を持って。それじゃあ最後にこの日のために用意してきた、なんかすごいでっかい綿棒で耳かきしてあげる。ちょっと先が硬いからカサカサ大きい音が鳴るかもしれないけど、ちょっとやってみるね。どうかな。
しい？また来年もこうして耳かきしてあげられたらいいね。またあなたのいいところずっと見てるから、あなたが忘れちゃうようなことでもいつも通りの生活をしていればいいからね。いつも通りのあなたが一番すごくて偉いんだから。毎日本当にお疲れ様。本当に今年1年よく頑張ったね。来年はどんな1年になるかな。急に何も頑張れなくなったって大丈夫だよ。何も頑張らない1年を過ごしたってきっとまたいい子リストになるから、安心して毎日を過ごしてね。それじゃあ最後にもう1個だけプレゼントあげる。はい、もし来年辛くなった時に開けてみて、その時のあなたに必要なものが入ってるはずだから、特別にあげる。それじゃあ名残惜しいけどそろそろ帰るね。
また来年も会えますように。じゃあまたね。本当に毎日お疲れ様